はい、こんにちは、なつけです。今回は怖い都市伝説ではなくて、一般の方たち、僕がすごい特殊みたいなこと言ってますけど、僕も一般です。一般の方たちっていうより、筋トレをあんまりやったことがない人とか、あとは筋トレを始めたばっかりの人がよく、これってどうなの？これって太らないの？みたいな筋トレに関わる都市伝説をちょっと僕は話していきたいなと思います。誰でも最初はやっぱり体の変化っていうのはなかなかどうやって変化するのかってわからないと思うんですけれども、そんな中で結構皆さん囁く噂が多く存在しますので、それについてちょっと話していきたいなと思います。僕は筋トレとかボディメイクに関わる、都市伝説をちょっとピックアップしてきましたので、こちらで読んでいただいて、それが本当に合ってるのか、もしくはただの都市伝説でそんなの全然違うやんけーみたいな感じのものもあると思うんですよ。なんで僕はそれを皆さんにちょっと伝えていきたいなと、熱意を持って伝えていきたいなと思います。はい、それでは1個目、都市伝説、プロテインを飲むと太るのっていう都市伝説ですね。確かにプロテイン飲むと太るよっていう人とか、あとはプロテインはマッチョの人が飲むもんだから飲まん方がええってみたいな人とか、たくさんいると思います。で、プロテインって実際本当に太るのかっていうのをちょっと話していきたいんですけれども、結果から言うと太らないです。プロテインが原因で太ることはないです。これはもう断言します。っていうのも、あくまでこの都市伝説の回答っていうのは、僕なりの意見なので、いろんな人の意見があるとは思うんですけれども、僕が筋トレしてきて短期間ですごい体を変えて、そんな中で得た知識なので、それを前提にちょっと聞いていただけたらなと思います。で、プロテインはなんで太らないのかっていうと、プロテインって要するにタンパク質なんですよね。タンパク質っていうのは筋肉を作る元みたいな感じです。タンパク質がないと筋肉はなかなかつかないし、タンパク質があると筋肉がつくよっていう話になります。そんな中で、なんでプロテインを飲むと太らないのかっていうと、ただ単に筋肉になってくれるっていう話ですね。じゃあ逆になんでプロテインを飲むと太るという噂が出たのか。それは今まで食べてたご飯プラスプロテインを飲むと、プロテインにもカロリーがありますから、プロテインの分食べるカロリーが増えるわけですよ。そうすると体はカロリーが増えてきたぜ、脂肪をつけてやろうかなみたいな悪い考えになるわけですよ。なので普段の食事プラスプロテインだったら当然カロリーが増えるから、これは太る。これは当たり前なんですよ。当然普段の食事プラスアイス食べたら太るじゃないですか。それと一緒で、アイスと同じようにプロテイン分カロリーが増えてるので、それは太るよと。それはプロテインに限らずどの食事も一緒なので、プロテインを飲んだからといって太るというわけではないんです。なんでそこのちょっとしたカロリー調整とか、プロテインを飲む代わりにちょっと違うものを食べるのをやめようってやったら絶対太らないので、ここだけですね、注意していただければプロテインは太りません。はい。次。筋トレをすると身長が伸びない。これはもう厄介な問題ですよ。これ僕の経験から言うと、身長は伸びます。はい。これはちょっと科学的根拠がないと思います。なので、ちょっとこれは言い切れないんですけれども、多分、伸びると思います。なんでかっていうと、僕、身長174センチなんですけれども、僕のお父さんと同じぐらい伸びましたし、お母さんよりもはるか上ではないか。ちょっと高くなりましたね、お母さんよりも。弟は、これはまた僕よりちょっと高いかもしれないっていう、最近、弟僕より高い説出てるんですよね。なんで、これは僕が筋トレをやったせいなのか、それとも弟に身長が伸びる素質があるのかわからないんですけども、僕と弟はこんな感じで、競ってるわけですよ。常に。身長的に。なんで、なんとも言えない。正直。筋トレが原因かどうかは。だけれども、そこまで影響するほど
身長が伸びていないわけではないので、そんなに気にする必要はないのかなって思います。確かにおばあちゃんによく、あんた筋トレしすぎると身長は伸びなくなるから、もうあなたは筋トレしないでいいから鉄棒にぶら下がっとけばいいのよみたいなこと言われるんですよ。分かったよおばあちゃん、僕は鉄棒にぶら下がって身長を伸ばすように常に頑張りますって言いながら、僕は隠れて腹筋とかしてるわけですよ。こうやってで、おばあちゃんにおばあちゃんおばあちゃん、ちょっとおばあちゃんになっちゃいましたね今。おばあちゃん腹筋出てきたよみたいなおばあちゃんに言いに行くと、あなたすごい腹筋ね、もうあなたはもうその体本当にすごいわねって言ってくれて、近所の人とか来たら、ほらなすけほら腹筋見してあげなさい、ほらなすけの腹筋がすごいのよってすごいたくさん自慢してくれるおばあちゃんでした。ちょっと話がそれましたが、身長は多分関係ないと思います。なので、そこで悩んで筋トレをやめるっていう方がいたら、僕はぜひともちょっと筋トレをして、ちょっとその考えを一旦置いといて筋トレをしていただきたいなというのが僕の気持ちでございます。3つ目。筋トレをしすぎると筋肉の声が聞こえる。出ました。これ。本当にこれは聞こえないです。はい。絶対に聞こえない。これたまに言われるんですよ。筋肉と会話できるの本当にとか、筋トレすると筋肉の声が聞こえるんだみたいな、なんかそういうイメージがついてるのかもしれないですけど、僕はそんなに暑苦しくないですし、こんな筋肉の声聞いて二頭さんやとかってやらないので、筋肉の声は聞こえないです。ただ筋肉の感覚がすごい鋭くなってきますね。なのですごい今日調子いいなとか、これトレーニングいけるわっていう感覚、あとは食事を食べた時に今筋肉めっちゃ元気になってるっていう感覚はすごい聞こえるようになります。その感覚が分かるようになってくることが、声が聞こえると隠喩暗喩的な感じで言われているのだとしたら、それは納得できるかなと。筋肉の声って本当に、やー、ナスケや、もうちょっと優しくしておくれよ。分かったよ、二頭さん。とか、そんなことはやらないですから。なので、筋肉の声は直接は聞こえないです。4つ目。腹斜筋を鍛えるとくびれができる。これ、結構多くの方が噂をしてると思います。腹斜を鍛えるとくびれができるのかなみたいな。でもこれ、できないよりに考えてもらった方がいいです。なんでかっていうと、筋トレ、よくやってる方は、大体頭には入ってきてると思うんですけれども、体っていうのは部分痩せができないんですね、なかなか。部分痩せっていうのは、お腹だけ脂肪を落としたいっていうのができないって言われてます。なので、腹斜筋を鍛えたからといってくびれができるというわけではないんですね。じゃあ腹斜筋を鍛えるとどうなるのかっていうと、腹斜の筋肉がつくだけなんですよ。なんで、くびれができるっていう、この形ができるっていうわけではないんですよ。なので、僕が言いたいのは、小さい腹斜筋とか腹筋とかっていうのを頑張って最初鍛えるよりも、ちょっと大きい、それこそ胸とか背中とかっていうのをしっかりと鍛えて、筋肉を大きくして代謝を良くして、それで脂肪を落とすのが一番早いと思うので、ジムに来たらまず腹筋とかっていう考えはいいんですけど、一旦置いといて大きい筋肉を鍛えるっていうのもありかなっていうのを頭に入れていただけると、すごい体も変わってくるんじゃないかなと思います。さあ最後5つ目。家トレは筋肉がつかない。これは結構論争がありますよね。ジムに行った方がいいとか、家でやった方がいいとか、ジムに行った方が筋肉つくよとか、家でやっても筋肉つくのとか、なんかいろいろあるじゃないですか。でも筋肉をつける方法っていうのは、常に自分の負荷をどんどん上げていく、過負荷の原理とかって言ったりするんですけど、一応ちょっとフィットネスかじってるので、そんな感じで、過負荷の原理っていうのは、徐々に負荷を上げていかないと体は変化しませんよっていう、保健体育で習うような基礎知識なんですけれども、過負荷の原理の考え方的にいくと、ジムっていうのはきつくなるほど追い込める重さ、これっていうのが、過負荷の原理によってどんどん上がっていく。その時にマシンの重さを変えればいいだけなんですよ。過負荷の原理をうまくやり過ごすには。なんですけど、家トレの場合はずっと一緒なわけですよ。腕立てとか
スクワットとか、ペットボトルとか持ったら別ですけど、負荷が常に一緒なんですよ。そうすると過負荷の原理を考えた時に、やっぱり回数を増やすっていうのが負荷を増やす方法になるんですね。そうすると最初は10回やってました。そこを1年で100回やれるようになった。やっぱりもっと上行かないといけないから、100回、110回、120回、これ無限に続くわけですよ。最終的には1000回とか。だけど1000回もやるってめっちゃ時間かかるじゃないですか。ってなると、やっぱり重さを増やした方が、負荷を増やすのって、メンタル的にも結構楽なんですよ。なぜなら、早く終わるから。で、1000回ってめちゃくちゃ時間かかるんで、やっぱりメンタルが続かない。で、自重でやっぱりそこまでやりきれる人って、多分なかなかいないと思うんですよね。なんでジム行く人は負荷が増やしやすいし、家でやる人はちょっと負荷が増やしづらいっていうのがあるので、そこから、家トレは筋肉がつかないって言われてるのかもしれないです。ただやっぱり家トレでも筋肉をつけることは、今言った過負荷の原理を意識すればつけることは可能です。なのである程度家でトレーニングして、そこからちょっと限界を感じたら、ジムに行くっていうのも手でもありますし、家トレで回数を増やしたり、あとはちょっと工夫して、重りを持ってみたりとか、常に負荷を増やすような方法を考えていけば、家トレでも確実に筋肉はつきます。はい、いかがだったでしょうか。ナンスケの筋トレ都市伝説を解決していくコーナー。ちなみに僕はジムにも行ってますし、プロテインもしっかり飲みますし、おばあちゃんに隠れて筋トレもしてますので、おばあちゃん本当にごめんなさい。それではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。Like you, be strong to hold the powers of the sun.